チャンネルへようこそ。今日は最もかっこいい銃の一つであるコルトパイソンについて語ります。まずコルトパイソンについて話します。コルトパイソンはリボルバーの世界だけでなく銃の世界全体でアイコン的な存在です。特にメディアの世界で輝いています。映画やテレビに登場することでこの銃が本当に輝きます。しかし今回はメディアとポップカルチャーへの影響だけでなく銃業界の影響、長年の性能、そして自己防衛、訓練、楽しみのための良い選択肢であるかどうかについて議論していこうと思います。コルトパイソンの先発後のレビューについて話していきます。これはかなり面白いトピックになると思います。理由の一つはこの銃のファンが多いこと、そしてこの銃に関する多くの情報があること、そして長い間この銃が存在していることです。まずコルトパイソンとは何からか始めましょう。このバリエーション、このコルトパイソンは 4.25 インチの357マグナムリボルバーで6発のキャパシティとフルスチールフレームで製造されています。これは特にリボルバーに関しておそらく最高品質のリボルバーの一つと考えられており、長い間アメリカでは少なくともリボルバーの最高峰として考えられてきました。これらの銃は警察の使用や自己防衛のためだけでなく競技や多くの時間を費やし調整されてきました。ビル・ウィルソンのようなシューターの人々もこの銃を使用していることからも分かります。ビル・ウィルソンは1911や2011で有名ですが、多くの人々はコルトパイソンを使用しております。新しいモダンなパイソン、今回のこのモデルですね、2020年に登場しました。これらは以前のパイソンとは異なり、多くのクラフトマンシップによって手作りされたものではなく CNC マシンなどで製造されております。しかし私はモダンな銃でも同じ品質を保つことが可能だと思っております。理由の一つ、 CNC 加工と電子機器の精度が品質の高いガンスミスと同等かそれより少し高いからです。これは重火器メーカーで働いている私と私の同僚も思っていることです。ちなみに私は重火器メーカーのキンバで働いております。そしてガンスミスに銃を作ってもらうのも最高ですが、 CNC 加工でやる方法は同じ品質を得ることができお金も節約できるため、2020年のモデルは以前のモデルよりもずっと安く手に入ります。以前のモデルは2005年で生産終了になりましたが、品質の問題ではなかったと私は思います。リボルバーは時代遅れになったのでコルトは新しい契約を取得しようとしましたが、明らかにこのデザインが人気であることが分かり、そして復活させました。新しい Python は最初のものと比較していくつか変更があります。まずこの銃はほぼ CNC マシンで製造されており、トリガー周りも完全に異なります。トリガープル自体はそれほど変わりません。ダブルアクションは少し重くなり、シングルアクションは変わらずサクサクっとしております。このようなダブルアクションリボルバーは大抵ハンマーを下ろした状態で携帯し、最初の発砲はダブルアクションになります。そしてこれは何度も引くことができ、1回のトリガープルでシリンダーが回転していきます。そしてより滑らかなトリガーを使用する際、ハンマーを引き起こしシングルアクションにて発砲します。シングルアクション。長距離の正確なショットが必要な際、軽くスムーズなトリガープルをお勧めしますが、近くで速くシューティングする場合、その場合はダブルアクションを行う必要があります。したがってリボルバーに慣れていない場合、長くて重いトリガープルに慣れる必要があります。リボルバーに慣れている場合、例えばスミス&ウェッソン686が大好きな場合、シリンダーが開く方法が異なるだけでなく、
シリンダーの回転方向も異なります。したがってシリンダー回転に沿って弾を入れる必要があります。コルト社は時計回り、スミス&ウェストン社は反時計回りです。このコルトパイソンの特徴である精度は非常に優れており、私は実際にその精度についてはすごいの一言につきます。重心は非常に高品質な材料で作られており、トリガーは非常に滑らかで、平均的なリボルバーよりも非常に軽いトリガーです。私のグリップはコルトの刻印が入ったウォールナットグリップがついており、新しいモデルは以前のモデルほど多くのグリップオプションを提供していませんが、それでも非常に見栄えがいいです。高品質の材料で作られた重心は精度を向上させるためチョークがかかっており、新しいモデルは実際には以前のものよりも大きく頑丈になっており、問題なく多くの球を打つことができるようになりました。これは非常に賢明なアプローチだと思います。私は銃を撃つのが大好きで、多くのコルトパイソンの所有者のように見るだけのために銃を買ったわけではありません。私はこのパイソンで先週ついに1000発撃ちました。私はシューターでありコレクターではありません。38スペシャル、38プラス P、そして357マグナム、全てを使用しました。この銃は全ての弾薬を問題なく発砲することができました。リボルバーの信頼性に関しては部品の移動が少ないため非常に信頼性のある銃ですが、グロックやスミス&ウェッソン M&P のようなものと比較し、この銃はちょくちょくクリーニングする必要性があります。だいたい200発撃った後すぐに汚れてしまい、弾の挿入と取り出し、そしてシリンダーの開閉に問題が起きます。そこは難点といえば難点です。そしてリボルバーのレビューの際に、例えばトリガーを短く引くことやタイミングの問題はどんな品質の高いリボルバーでも発生する可能性があることをお伝えします。例を挙げます。例えばセミオートの場合、トリガーを引いて弾が発射され、トリガーをリセットする際、指をトリガーから離さないでリセットを行いますが、しかし通常のリボルバーのリセットはトリガーから完全に指を離します。その理由はトリガーを戻す際にトリガーから指を離さないとリセットがかかりにくく、その状態でトリガーを引いても何も起こらないからです。例えばこういうことです。こういうことですね。そしてシリンダーのタイミングの問題が発生し、リセットがかかりにくくなります。そして品質の音を設計では最終的にはハンマーを何もないところに落とすことになります。そのためこれらを完全に引き完全に戻す必要性があります。これはポンプアクションショットガンやレバーアクションのようにしばらく練習が必要です。信頼性の部分は素晴らしかったですが、速度と精度はどうでしょうか。まず精度から始めましょう。これはコルトパイソンが有名なもので6インチのものになりますが、100ヤードまでの射撃が可能とされています。6インチの重心を持つことでサイトの半径が約9インチあるからです。これはアイアンサイトにとって非常に優れたものです。単発のシングルアクショントリガーは非常にスムースで3から4パウンドのトリガープルであり非常に素晴らしいです。しかしダブルアクショントリガーを見てみましょう。ダブルアクショントリガー、こちらはセミオートに慣れている方はこのダブルアクションは非常に重いです。正直ダブルアクションはあまり得意ではありません。このリボルバーを早く撃つ場合、ダブルアクションで撃つことになります。慣れるには時間がかかります。これもテクニックが必要です。357マグナムで正しい場所に当たれば北アメリカ大体の動物に対して十分な威力であると言えるでしょう。4インチの中心で357マグナムを使用することで
多くの動物を遠くから素早く射ることができます。ただし弾薬の持ち運びや再装填が煩わしい場合、8発または10発のリボルバーを検討することがあります。したがってどの弾薬を使用するか、どれだけの弾を使用するか、個々のニーズと好みに依存します。最後にコルトパイソンは自己防衛、訓練、楽しみのためとしての銃、どのように機能するか。自己防衛について言えば、コルトパイソンは非常に強力な銃であり、357マグナムの威力はかなり高いです。しかしリボルバーの6発のキャパシティはセミオートに比べて少ないです。そのため自己防衛の観点からはリボルバーとしては高性能ですが高いラウンドキャパシティを持つセミオートと比較すると迅速な再装填が必要になることを考慮する必要性があります。コルトパイソンの大きな重心と重量は携帯性に制約を持たせます。コルトパイソンは非常に精度が高いため射撃競技や射撃訓練などに適しています。そのため射撃スポーツやトレーニングで使用する場合には高い評価を受けると思います。じゃあ楽しみ、あくまで趣味としての話ですが、コルトパイソンは魅力的でかっこいい銃であり、多くの銃愛好家にとってコレクションに加えたい銃です。リボルバーの操作やトリガープールの感触に魅了されることでしょう。総括するとコルトパイソンは高品質で精密なリボルバーであり、競技射撃や射撃訓練などに適しています。自己防衛には強力な選択肢ではありますが、キャパシティに制約があるため慎重に検討する必要性があります。そして銃愛好家にとって楽しむため趣味としての銃としては非常に魅力的な銃です。最終的にどの銃を選ぶかは個人の目的や好みになります。これがコルトパイソンの1000発のレビュー、そして魅力についてお伝えいたしました。この動画がよろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントしていただける方大好きです。それではまた来週お会いいたしましょう。Stay tuned! じゃあね。